はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、もう暑くなってきましたね。お元気ですか？そう。本当に体に気をつけて過ごしましょうね。おかげさまで柴崎も今日も元気に絵を描いてます。さて、今回は柴崎がね、独断であなたの絵を見てお直しするコーナーの始まりです。今回の作品はですね、柴崎が主催しているオンラインコミュニティシバーツのメンバーの方の作品です。さあ、どうなるかね。そうだ。もしね、よかったら、ぜひチャンネル登録もお願いします。ということで、お待たせしました。早速行ってみましょう。さあ、では早速ね、見てみましょう。これですね。はい。山のさんの山の絵ですね。夕暮れ尾瀬木道と火打ちヶ岳のふもと、見晴らしの山小屋の灯火というわけだね。昨日に続いて今日も尾瀬の絵を描きました。メイド構成をしましたが、メイドさんの大きな山に絵の具を塗ったらメイド用になってしまい、メイドの修正をしたため少し火打ちヶ岳が変になりました。先生の真似をして紙の上で色を混ぜましたが、まだまだ練習が足りませんとありますが、これメイドさんがメイド用になっちゃったっていうのは分かりやすく言えば、自分で考えた絵も塗ってたら暗くなっちゃったっていうことだね。そうね、尾瀬の木道と火打ちヶ岳ってよく写真集とかね出てるし、ここを目指してね、山根さんも現場に行って、現場で描いたかどうか分かんないけど、それを絵にしたというわけだね。ちょっと見てみようかな。これだね。火打ちヶ岳がどうなってんだ？なるほど。てっぺんを少し切ってあるんだね。こうなってんのか。それでここが尾瀬木道で、その向こうに見晴らしなんとかという、この宿というかね、そういうのがあると。で、それがもう夕方になって明かりが灯ってるというわけだよね。夕方なんだ。もう、周りが暗くなってきたということかな。確かに、そうだね。この明かりが灯ったって感じはよく出てますよね。そうだな。これ、なかなか、なんか一生懸命描いてね、それなりに雰囲気のある絵だというふうに思います。だからこれ、柴崎だったらこう描くかなっていうふうなね、そういうふうな言い方しかできないんだけどね。ここはやっぱりこう直した方がいいんじゃないとかね、あんまり強く言うほどのことじゃないかな。柴崎だったらこうするかなみたいな、そういう話だね。パッと見ると、これもいつも言ってしまうことなんだけどね。ここがですね、こうやって要するにこの尾瀬ヶ原のここの部分とですね、その他の部分がすごく割合として似てるんだよね。それで、この火打ちヶ岳もですね、上を切ったと、ね、画面の上を切ったっていうのは、大変いいことだとは思うけども、もう少し尾瀬の広々とした感じなんかも描いたらどうなのかなとかですね。せっかくこの夕方っぽいこの空ですよね。こういうところももっと広く使ってもどうなのかなとかですね。そういうことも思うし、それからこの木道ですよね。この木道を使ってですね、もっとぐーっと画面の奥の方にずっとですね、向かっていくような雰囲気なんか柴崎だったら作りたいかなとかね、そんな風に思うんだけどね。全体にみんな近くにガーッとですね、この絵はガーッと近くに寄ってきていて、だから火打ちヶ岳も切ったりね、して全体にガーッと近く寄ってきて、ちょっと圧迫感があるのね。尾瀬ヶ原みたいな、広々みたいなね、そういう感じがもうちょっと出たらどうなんだろうみたいなね。あくまでもこれ柴崎の好みを含んだ話なんだけどね。この木道がですね、確かにこれこうなってるかもわからないんだよね。こうやってこうなってるかもわからないんですけど、
こうなんできっとね、こうなんでしょうけど、もっとこう、なんかもっと一つでこうやって、一つでこう、思い切って動かしてあげるような、そういう大きな運動を大事にですね、木土を使っていうっていう手もあるかもわかんないね。あくまでも柴崎の、好みと提案ですからね。もちろん山根さんなんかでは素敵です。じゃあ、早速やってみたいと思います。さて、それじゃあですね、こっちに書いてみましょう。さっきここの、尾瀬ヶ原、ね、大事なこの草原の部分と、他の部分が半分半分っぽいかなって言ったので、柴崎でですね、この尾瀬ヶ原をですね、もっと活かしてみようと思いますので、そこをですね、ぐっとこう上に上げてみたいと思います。思いっきり広くですね。ずーっと立ち歩いていく。それで、木道をですね、さっきこっち曲がってなんて言ったんだけど、やっぱりまっすぐのがあるので、それを、とにかくですね、これがですね、もっとこうだ。こうなって、もう本当にここが遠いところにあるというね。手前広くです。こっちは、ちょっと草の中でこう見え隠れするような感じにいこうかな。こうなって。こっち、あんまり強調しないようにしましょうね。これを書いてですね。それで、ここら辺に山小屋があるんだよね。もう遠くの方ですから、なんかこの見え隠れして、多分こういうことだよね。ここにあって、こっちの方にさらに、なんかちょっと形よくわかんないけど、こっち遠くの方にあって、で、そこにこう向かってんだよね。あと木があって、またここにこう山小屋が見えててね、ダーって行くとここに山小屋が遠くにこう見えてる。それでですね、山ですね。もっと遠くから見てるということで、こっちの方からですね、書いて、とにかくこれわーっと行くという感じにしてみたいかと思います。これどうなんだろうな。山の上さんの見るとここの色がよくわかんないんだけども、ここにこう暗くなんかこう帯状にこうなってるってのは、木の影かなんかがこう来てるってことかな。ここにこう帯状にこうなってんだよね。もし木の影だったら夕方っていうんで、それを活かしてもいいんだけど、どうしようかな。ちょっと、ここら辺のですね、山根さんの絵の具合が、はっきりわかんないけど、じゃあこの影みたいなね。で、ここに火が灯ってるっていうのがいいかな。じゃあやってみます。あくまでも提案なんですけどね。それで空をですね、山根さん、紫のようにしてますよね。これはもうとてもいいですよね。じゃあ思い切って塗っちゃいましょう。この紙の上で色を重ねていくうちに、なんかよくわかんなくなっちゃった部分があるというふうにね、言っていましたけども、ね、何でもそうだけど、経験もね、必要ですので、これを山根さん自身がおっしゃっていたように、頑張ってですね、いっぱい書くということかと思います。こうだよね。それで、どうしようかな。山根さん見ると、これの明読関係がよくわからないんだけども、下の方が少し青を重くしてる？こっちの方。なんか、濡れてるうちにパッとこう色を入れると、一人混ざります。それで山はシルエットということでしょうか。じゃあちょっと待ってましょうね。その前に、肝心のこの山小屋の明かり。これはよくできてますね。これね、とてもよくできてると思います。少し紙の白をこう、活かすような感じでもいいんですけどね。こちらほらと見えると。この中でちょっとこう、明るさね、少し変化をつけて、格別明るいところ、それからあんまりそうでないところですね、具合。まず明かりを灯しまして、ここは基本的によくできてるんだよね。それで、あとは木道がある。木道はどうなのかな。パープルっぽい色で描いてるんですけども、
もう少し古いですね。いわゆる木土色ってことはないんだけど、そんな感じでもいいと思うし、こうね。後から少しね、色を重ねてもいいですから、大きくですね。これは空間を出すのは手前ほど暗く、奥ほど明るくというですね。そういうやり方すれば、自然と空間出てきます。この尾塚原のこの原っぱですよね。これが山の上さんのですね、だと緑の草のようにも見えないし、枯れ草かなこれは。西日が起こって、そのような色に見えてるという色なのかな。そこの設定がよくわからないんですけども、どうしようかな。困ったぞ。西日が当たって草がそのように見えたということかな。ここの部分。そういうことなんだろうか。そうであればということにしましょうかですね。じゃあ、そうであればということで、これ西日が当たってそのように色に見えてる。なんか設定しないと絵描けないので、こうですよね。それで、それが、じゃあ遠くに従って、少しイエローかかって、だんだん遠くに行くと。空間ですね。ここなんか多分草で、もうここは見えないかもわかんないね。こんな風に見ると。で、こうなって、こっちへ。雰囲気としてはこうだよね。ただここが乾きましたので、山を3にしようと思ったって言ってますよね。で、しかも、クールグレーっぽい色で描いてるんですね。きっとこれは、そういう色に見えたんでしょうね。しかし、ここ日が当たってなかったのかな。どういう風に見えたんだろう。ちょっとそこら辺の設定がよくわからないので、確認しながら描きますね。こんな感じかな。で、まずは、火打ちヶ岳のシルエットをしっかり描きましょう。山根さんがやってるように、このトップの部分を少し暗くして、形を強調してもいいかもですね。こんな風にやって。こうかな。だからいろいろと色を足してるんですよね。濡れてるうちにやられるとぐっと溶けていきますので、紙の上の混色ですね。綺麗にできると思いますけども。それで、これが来て、ふもとの方に来て空気感だから少し絵の具を取りましてですね。こうやって取ってあげて、それでさらにふもとの方に切ると暗くなってるんだよね。暗くなっていて、でここのとこもうちょっと寒色っぽい色も入ってるか。濡れてるうちにですね、ちょっと描くと。で、ここの山小屋の屋根がこう見えていて、こうなんだ。こうなって、それでこっちの山小屋は、いくつかある。一つかな。よくわかんないんですけども。例えばじゃあこうだとしましょうね。ここで山小屋の色が、どんな色してる？こんな色してるんですか？こうでね。こっちはちょっとアンバーっぽい山小屋の色してる。こんな感じ。こっちは赤いような色してる。そうなんですかね。それで、これが夕日に染まってる草っていいかな。季節はいつなんだろうな。でもグリーンっぽい色も入ってから手前に少しグリーンの草にしときましょうかね。こんな感じにも見えなくはないので、少しグリーンを加えて、これもじゃあこうやって、ちょっと入れまして、じゃあ次木道ですね。
木道は2本。ああ、途中で1本壊れたりするんだね。なるほど。そういうことなんだ。まあ、山根さんもよくできてますよね。こう筆を割った感じで、こんなんで、ちょっと書くと。こんな感じかな。それで、この間にも草が生えてるのかな。草が生えてんだよね。この間にね。ここの間にも、こうやって草が生えていて、こうなって、こういう感じかな。向きでこう単純化するとね、ぐーっと遠くにこう、ね、行けるんですけどね。それで、あとは、待ってくださいよ、木道の具合が。側面を描いてるんだ、ちゃんとね。いや、木道にこだわりがありそうなので、ちょっとそれを描きましょうね。この側面が、こんな面だよね。こっちも、こうして見えて、ここら辺で、ちょっとこれちょっと壊れてるんだね。よくこれ、やっぱりさすがにですね、こう、詳しく見てらっしゃるけども、こっちの方にこう行く。ちょっと側面が見えて、っていう感じかしら。でこう来て、これがこんなになって、こんなになって、こんなになっていく。ここも、こんなになって、こんなになって、こんなんかな。それでですね、山小屋ですね。これは、ここの壁をぐっと暗く描いていてですね、こうやって、これが入り口なんですかね。こうなってるのかな。こんな風になっていって、こんな暗い壁もあるんだ。こうなっていって、で、こっちの方にこうなって、よくわかんないけど、こんなに大きな山小屋じゃないのかな、ここは。ちょっと違ったらごめんなさいね。いつも山に行ってらっしゃる方は、そんな山小屋じゃないですよ、なんて言われそうですけど、柴崎、さすがにこういうとこよく知らないので、その点、少し多めに見てください。ちょっとこう、感触なんかもこう入れてですね、明るい暖かい火を、もっとわかりやすくしようかな。これなんかいいかな。はい。それで、ここが、ね、山根さん、盛んに引っかいてくれてるんですよね。このテクニックは大変いいと思うんですよね。ただこのね、引っかくんだともう遠くの方はやらない方がいいかなと思いますね。手前だけ。だから、もう一回ですね、ここ、夕日を当たって、色づいてっていうか、カラフルに見えるというんだと、またこの絵からですね、こう乗っけたりして、筆を割った状態でこう描いたりね。そんなことをしながら、引っかきたいとこですね。こうやったら、こう引っかくんですけど、こうやって密に引っかくところ、それからもうあんまりやらないところですね。その具合は、やっぱりちょっとコントロールした方がいいかわかんない。やっぱり引っかく行為ってですね、うまくいったうまくいかないっていう方に頭いっぱいになってしまうとですね、あそこもここもって光ってしまったりしますので、例えばこんな風にやって草の厚みですね。これで草の側面の、実際どうなってるかちょっと正直わからないんですけども、この厚みですね、側面の。はい。同じですけど、こっちも少しこうやって、ところどころ、少し質感を描く。だんだん側面を描いていって、木道がそこのですね、中に草の厚みの中に消えていくっていうような感じかなと思います。だからここも草の側面ですね。こ
こうちょっと書いてあげるといいんじゃないでしょうかね。で、ここで、遠くだからだんだんですね。とにかく大きくですね。大きく書くと。こういうことかな。それで、このあたりが、この辺がですね、ふもとの方がこんなに色になってるんだよね。このくらいかな。ホテルの明かりを、もうちょっと色を強調しようかな。このくらいじゃないと、草に負けちゃうといけないですからね。ちょっと強調しましょう。こうか。これ大きな樹木が立ってるんですよね。このでも、大きな樹木は良かったんですけど、もうちょっと暗いシルエットで見せてもいいかなとは思うんですよね。こういうところに立ってんだよね。こんなの立ってんのか、こうやって。それで、ホテルを覆い隠してんだよね。ホテルじゃない。山小屋か。後ろの方もあるんだよね。この木の間から、この山小屋がちらほら見えるっていうのは、いい設定ですよね。ちらっとしか見えないと、絵として見たときも、人にすごく期待感を、持たせますよね。で、ここにも樹木あるんだ。こうやってね。だから、この暗い樹木を使ってですね、対比的に、明るい、もう灯った明るい山小屋の、明かりを強く見せるということだよね。で、木があって、とってもいい設定だよね。だから山小屋のこういう暗い部分と木が溶け込んで、一緒になってしまえばいいんだね。ここも同じですね。こうなって、とにかくみんな隠すと。これもなんかありそうかな。それで、こうなってくると、山小屋の、この屋根ももうちょっと暗い方がいいよね、絶対ね。この暗い方がいいですね。その方がこの明かりがバーッと見えてきますよね。こっちなんかもちょっと少し潰して、ここら辺の明かりにとにかくフォーカスできるように、するということかな。ですね。明かりがこの辺だけ特にチラチラっと見えると、わあ、山小屋近くなったわー、という感じかな。もっと木背高くしてもいいね。山の家さんにちょっと正直に書いちゃったんだけど、なんかイメージとしては、この木なんかもっとできるだけこのくらい大きくした方が、距離感っていうかですね。こうする方がかえってこの火打ちヶ岳がもっと大きい山なんだろうみたいな感じを含めてですね。もしくは大きな空間が見えるような気がするね。このくらいの方がいいかな。後ろの立ってる、近くの森を含めてですね。もうこういうとこ隠すぐらいもいいかな。こうか。これなんかも一体化させて、よいしょ、このくらい。そしてこれを少し濡れた筆で、こうやってもう一回ですね、混ぜてしまう。こうかな。それでですね、こうやって青い帯があるから、こっちからの影かもわからないので、そういう感じで最後まとめてみたいと思いますね。では、ここら辺、影が、だから草の形を取りながらですね、影が起こってきて、それがここに、また影が起こっ
ってきて、こう落ちる。またこっから持ち上がって、またこっちへ影が、こう行く。こういうことかな。こうで、こう。まあ、この草なんかでもっとこうやって影いっぱい作った方がいいね。こういうとこね。その方が、夕方というね、ちょっと感じが強まるよね。で、前の方も積極的に影にしようかな。ここですね。こう溶かして、光の部分を少しにして、このくらい絵をまとめてしまった方がいいね。それで、また影を用意しまして、こっちこうだよね。こうやって、こうやって、こうやって、このようにしながらですね。同じように、等間隔にならないですね。こちらから、こう影が来て、こう来る。ちょっと明るすぎるので、ちょっと抑え込みますね。こっちの木道がなんか主役みたいになっちゃっていけないからですね。この回押さえ込んだ方がいいかな。こう、本当にこう、思い切ってこうですね、弱く処理するということですね。ここを見てほしいとかですね。そういう場所をこう作っていくっていうのは、絵はすごく大事なんですね。もう少し暗くしようかな。この明かりが浮かび上がってくるですね。もう少し暗くしましょうか。山の家さんがどういう状況だったかちょっとわからないんですけども、もう少し、じゃあ、お日様のですね、光の具合をちょっと落としますね。このくらい落とした方がいいかな。このくらいを落とすと、見えてくるかな。どうでしょうか。だいぶ日が暮れてきましたか。というような感じでですね。この、ですね。はい。尾瀬だということで、この湿原を、広く撮ってみたというわけです。ちょっと待ってください。ちょっとこういうとこですね。ちょっとこう、形がわかりやすく。このくらいかな。ここ、とても、とてもいいと思いますね。はい。こっちは、こう、なんかもっと、まとめてですね。もう、いいのかなと思います。まあ、こういうのみんなそうなんですけどね。それで、こういう、夕日と影をですね、もうちょっとわかりやすく、こう描くといいのかなと思います。引っ描きはとてもうまかったんですけども、細かい表現ですね、手前だけですね、奥はあんまりやらない方がいいかなと思います。はい。まあ、以上のことですね。夕日、だいぶ日が傾いてですね、もう暗くなりかけて、山越えの明かりが、遠くの明かりがですね、こう、際立って見えてきたというような感じとして、まあ、描いてみたんですけど、いかがでしょうか。はい。出来上がりです。はい。ねえ、これでしたね。山の絵さんの絵を、まあ、柴崎なりに考えてみたんですけどね。設定難しかったね。夕方でもう山小屋に明かりが灯ってるっていうわけだから、一体何時頃の夕方なのかね。でもこの明かりが見えてるっていうんだからもう
結構夕方かなと思うんですけども、もう夕暮れってポン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 とね、様子が変わっちゃうからね、それを柴崎なりに想像しながら、やってみたんですけどね。どうだったかな？楽しんでもらえたらとっても嬉しいです。ということで、また次回ね、違うテーマ、そして違う作品で柴崎はあなたとお会いしたいと思っています。もう何べんも言う通り、本当に熱中症に気をつけて過ごしましょう。はい。ではまたね、すぐにお会いしましょう。はい。どうもありがとう。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらにシバーツメンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんなシバーツのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあいかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所、それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。よろしくお願いします。